序章、愛の情熱を冷ます。自己完結の穴。あなたは、夜、一人だけの時間に、誰のことを考えていますか？もし、あなたが今、本気で恋をしている相手、どうしても手に入れたいと思っているあの人のことを思い浮かべながら、自らを慰める行為に及んでいるとしたら、今すぐ、その手を止めてください。厳しいことを言うようですが、その行為こそが、あなたの恋を成就から遠ざけ、最悪の場合、あんなに好きだった相手をどうでもいい存在へと変えてしまう最大の原因かもしれないからです。一般的に、好きな人を思うことは、愛を育む素晴らしい行為だとされています。しかし、こと性的自己処理という文脈において、その想像力は、あなたの脳に対して取り返しのつかない誤った学習をさせている可能性があります。今回は、心理学、脳科学、そして行動経済学の観点から、好きな人を想像しながらの自慰行為がもたらす残酷なメカニズムについて徹底的に解説していきます。なぜ妄想すればするほど現実の彼女への興味が失われていくのか。なぜいざという時に現実のベッドで機能しなくなってしまうのか。そして本当にその恋を叶えたいなら男はどう振る舞うべきなのか。単なる精神論ではありません。ドーパミン報酬系や古典的条件付けといった抗うことのできない脳の仕組みに基づいた警告です。この動画を見終わる頃には、あなたの夜の習慣は劇的に変わっているはずです。それでは、理性の奥底にある本能のパラドックスを解き明かしていきましょう。第1章、ドーパミンエラーと超正常刺激の暴走。まず、私たちが理解しなければならないのは、脳がどのようにして快楽を感じ、それを記憶するかというメカニズムです。ここでキーワードとなるのが、ドーパミンと報酬予測誤差です。好きな人のことを考えると胸が高鳴りますよね。これは脳内でドーパミンが分泌され、何かいいことが起こるかもしれないという期待感が高まっている状態です。ここまでは正常な恋愛反応です。しかし、ここにオマルニーによる射精という強烈な物理的快楽が加わると、話は全く変わってきます。オランダの動物行動学者、ニコティンバーゲンが提唱した超正常刺激という概念をご存知でしょうか。動物は、自然界に存在する本物の刺激、例えば親鳥のくちばしの赤い斑点よりもそれを人工的に誇張した偽物の刺激、より赤くより巨大な斑点に対して強烈に反応してしまうという現象です。人間のオマルニーにおける妄想はまさにこの超正常刺激です。あなたの脳内で作り上げられた彼女は現実の彼女ではありません。あなたの都合の良いタイミングで現れ、あなたが望む言葉だけをささやき、あなたが興奮する通りの反応を返してくれる。そこには拒絶もなければ会話の不一致も体調不良による断りも存在しません。現実の恋愛は面倒なことの連続です。 LINE の返信が遅くてイライラしたり、デートの約束が噛み合わなかったり、会話が弾まずに気まずい沈黙が流れたりします。しかし妄想の中の彼女は完璧です。この完璧な妄想と射精をセットにして脳に学習させ続けると、脳は何を覚えるでしょうか。脳はこう学習します。現実の彼女、低刺激、高コストよりも脳内の彼女、超高刺激、低コストの方が圧倒的に効率よく快楽を得られる。と、進化心理学的に言えば、生物はエネルギーを節約し、効率よく快楽、報酬を得る行動を選択するようにプログラムされています。あなたが夜な夜な妄想の中の完璧な彼女で自らを満足させている間、あなたの脳の報酬系回路は現実の彼女に対してのモチベーションを削ぎ落としていきます。だってそうでしょう。わざわざ高いお金を払ってレストランを予約し、服を選び、会話に気を使ってアプローチしなくても、目を閉じて手を動かすだけで脳内では世界一の美女との常時が完了してしまうのですから。この習慣が続くと、いざ現実の彼女と対面した時、脳内でドーパミンエラーが起きます。あれ、脳内の彼女はもっと刺激的だったのに、本物はなんか違うな。肌の質感も声のトーンも反応も想像していたほどの快感じゃない。これを心理学では期待外れと呼びますが、脳科学的には報酬予測誤差のマイナス乖離と言います。想像していた報酬よりも実際に得られた報酬が少なかった場合、脳内のドーパミンレベルは急激に低下します。その結果、あなたは現実の彼女に対して冷めた、なんか違うという感覚を抱いてしまうのです。これが好きな人で自己処理を続けると、徐々にその人のことが好きではなくなってしまう第一の科学的な理由です。第2章、
編集可能な恋人とクーリッジ効果の罠。さて、脳科学にはもう一つ残酷な真実があります。それは脳は新しい刺激、ノベルティを渇望し、古い刺激には飽きるという性質です。これを生物学ではクーリッジ効果と呼びます。オスは同じメスと交尾を続けると次第に興奮しなくなり、射精までの時間が長くなったり拒絶したりするようになります。しかし新しいメスが現れると途端に性的活力が復活するという現象です。これは種の保存のために多様な遺伝子を残そうとするオスの本能的なプログラムです。ここで問題になるのがあなたの想像力です。いや、俺は浮気なんて考えていない。彼女一筋だ。そう反論したくなる気持ちもわかります。しかし、あなたの脳内で行われている2の実態を思い出してください。あなたは脳内の彼女を無意識のうちに編集していませんか？今日は普段着ないような服を着せたり、昨日は教室だったシチュエーションを今日は温泉に変えたり、あるいは現実の彼女が決してしないような大胆な行為をさせたり、妄想の中であなたは全能の映画監督です。対象は好きな人という一人の女性であっても、あなたは脳内で彼女に無限のバリエーション、ノベルティを与え続けています。これは脳にとっては毎日新しいメスと出会っているのと同じくらい強烈で新鮮な刺激となります。いわばあなたは彼女という素材、テクスチャを使って自分好みのカスタムアバターを何百通りも作り出し消費しているのです。しかし現実の彼女はどうでしょうか？現実はノンフィクションです。編集も加工もできません。いつも同じような服を着て同じような話し方をし、体型も肌の調子もあなたの思い通りにはなりません。夜な夜な脳内で高度に編集され、バラエティに富んだ彼女で快楽を得ることに慣れきった脳は、変化の乏しい現実の彼女を目の前にしたとき、こう判断します。退屈だと、これが純化です。好きな人をおかずにする行為は、皮肉なことに、その人に対する飽きを猛スピードで加速させているのです。現実の彼女が色あせて見えるのは、彼女の魅力が足りないからではありません。あなたの脳が過剰な演出にならされすぎた結果、味覚障害のような状態に陥っているからなのです。第3章パブロフの犬と化した脳神経回路。続いて心理学の古典的かつ強力な理論、古典的条件付けについてお話ししましょう。有名なパブロフの犬の実験をご存知でしょうか？ベルを鳴らしてから餌を与えることを繰り返すと、犬はベルの音を聞くだけで餌がなくても唾液を垂らすようになるというあれです。人間の性行動においてもこれと全く同じ学習が行われます。ここでのベルは好きな人のイメージ、そして餌、報酬は2による射精の快感です。毎晩のように彼女を思い浮かべて2を繰り返すと、脳の神経回路、ニューロンは強力なバイパスを形成します。彼女の顔を見る、射精の準備をする、この回路が焼き付いてしまうのです。これが何を招くか想像できますか？本来恋愛におけるパートナーへの感情は多層的です。信頼、安らぎ、尊敬、会話の楽しさ、そして性的魅力、これらが複雑に絡み合って愛となります。しかし502という性的快楽のみに特化した行為と彼女のイメージを結びつけすぎると、脳は彼女を愛する人としてではなく、快楽を提供してくれる道具、オブジェクトとして認識し始めます。これを心理学では対象化と呼びます。こうなると現実のデートで悲劇が起きます。目の前で彼女が深刻な悩みを相談していても、楽しそうに笑っていても、あなたの脳裏には早くやりたい、どうすればセックスに持ち込めるかという思考ばかりが支配するようになります。なぜならあなたの脳にとって彼女は会話のパートナーではなく、射精トリガーとして条件付けされてしまっているからです。俺はそんな獣じゃないと思いますか？ですが条件付けは無意識の領域で起こります。彼女の話に共感できなくなる、手をつなぐだけでは満足できなくなる、ただそばにいるだけの時間にイライラを感じてしまう。これらはすべて脳が報酬、射精を焦っているサインです。好きな人を思ってオナニーをすることは、彼女との間に流れるはずだった情緒的な絆を単なる性的な刺激と反応のサイクルへと劣化させてしまう行為なのです。第4章ですぐリップ症候群と感覚の不一致、脳内のソフトウェアの問題に加え、実はハードウェア、つまり身体感覚のレベルでも深刻なバグが発生します。それが G 行為の最適化による弊害です。あなた自身の手を思い出してください。長年の経験により、あなたの手はあなたを生かせるための世界最高のデバイスになっています。締め付けの強さ、擦るスピード、
絶妙な角度、そしてタイミング、すべてがあなたの快感中枢を直撃するようにミリ単位でチューニングされています。ここに残酷な事実があります。生身の女性の体はあなたの手ほど強くもなければ硬くもなく、そして高速でもありません。女性器の中は温かく柔らかいですが、あなたが普段502で与えている強烈な物理的摩擦、グリップに比べれば刺激の強さは数分の1に過ぎないこともあります。これを俗にデスグリップ症候群と呼びますが、問題はここからです。あなたが好きな人のことを考えながらこの強すぎる刺激で射精することを繰り返すと、脳はどう学習するでしょうか。脳はこう条件付けされます。彼女の顔を見て興奮し、射精に至るためにはこの強さの圧力とこの速度の摩擦が必須であると。そしていざ奇跡が起きてその大好きな彼女とベッドを共にする夜が来たとしましょう。あなたの脳内には彼女のイメージがあり、目の前にも彼女がいます。しかしそこには決定的なピースが欠けています。そう慣れ親しんだあの強烈な物理刺激がないのです。脳はパニックを起こします。おかしい、彼女はここにいる。でもいつもの射精スイッチが入らない。これが若年層にも増えている治療や挿入した途端に萎えてしまう中折れの正体です。好きな人をおかずにするという行為は彼女という存在に対して現実のセックスでは到底再現不可能なほど高いハードルを無意識のうちに設定してしまっているのと同じなのです。第5章、スペクテーター効果。観察者になる男たち。機能不全を引き起こすもう一つの要因は心理学でいうスペクテーター、観客効果です。これは性科学のパイオニアであるマスターズ&ジョンソンが提唱した概念です。セックスの最中に行為そのものに没頭するのではなく、自分はうまくできているか、勃起は維持できているか、想像通りの快感かと、まるで第三者のように自分自身を監視評価してしまう心理状態を指します。好きな人でオナニーを繰り返してきた男性は脳内にあまりにも完璧なシミュレーション映像を持っています。そのため現実のセックスが始まると無意識のうちに脳内の理想と目の前の現実の答え合わせを始めてしまうのです。妄想の中ではもっと興奮したはずだ。シミュレーションではここで彼女はもっと激しく反応したはずだ。この評価が始まった瞬間、脳の交感神経が優位になり、リラックス状態が必要な勃起機能は停止信号を受け取ります。つまり彼女への思いが強ければ強いほど、そして妄想でリハーサルを重ねれば重ねるほど、本番では正解を出さなければならないというプレッシャーに押しつぶされ、男としての機能がシャットダウンしてしまうのです。皮肉な話ではありませんか。あなたは彼女のことが好きで、彼女と結ばれることを夢見て、夜な夜な彼女を思っていたはずです。しかしその行為そのものがいざ彼女と結ばれる瞬間にあなたを不能にし、彼女を失望させる原因を作っていたとしたら、これは脳がバグっているわけではありません。脳があまりにも優秀に妄想を2というルールを学習しすぎてしまった結果なのです。ではどうすればいいのでしょうか。もう手遅れなのでしょうか。いいえ、安心してください。脳には可塑性があります。一度作り上げられた回路も正しい行動を上書きすることで修正することが可能です。第6章、脳の再配線。性エネルギーを消化せよ。では狂ってしまったドーパミンの回路を正常に戻し、現実の彼女との恋を成就させるにはどうすればいいのでしょうか。答えはシンプルですが強い意志が必要です。それは彼女をおかずにするのを今夜からきっぱりとやめることです。そしてその行き場のないムラムラとした性エネルギーを別の行動へと変換するのです。精神分析の祖ジークムント・フロイトはこれを消化と呼びました。性的衝動や攻撃性といった本能的なエネルギーを社会的、文化的に価値のある活動へと転換する防衛規制です。考えてみてください。502で射精した直後の賢者タイムにあなたは必死で彼女に LINE を返そうと思いますか。ジムに行って体を鍛えたり、彼女に似合う服を探しに行こうという気力が湧きますか。おそらく湧かないでしょう。満たされてしまっているからです。逆にその欲求を自己処理で安易に解消せず体内にプールしておくとどうなるか。脳は報酬を求めて暴れ出します。彼女が欲しい、でも手に入らないなら手に入れるために自分を磨くしかない。この飢餓感こそがテストステロンを高め、あなたの顔つきを精悍にし、行動力を爆発させる唯一の燃料なのです。もしどうしても生理的な処理が必要な時はどうすればいいか。その時は
絶対に彼女のイメージを使わないでください。感情移入の伴わない単なる物理的な排泄作業として割り切るか、あるいは全く別の現実の恋愛対象とはかけ離れたファンタジーな素材を使用してください。脳の中で愛する人と排泄的な性処理のリンクを断ち切ること、これを文脈の分離と言います。彼女のイメージは現実のデートで手をつないだ時、見つめ合った時、そして実際に愛し合う時のために神聖なものとして脳の奥にしまっておくのです。最終章、愛とは不完全な現実を受け入れること。最後にこれだけは覚えておいてください。あなたがオマルニーをやめて現実の彼女と向き合った時、最初は戸惑うかもしれません。彼女は妄想のようにあなたの言うことを聞かないし、肌には小さな吹き出物があるかもしれないし、機嫌が悪い日もあるでしょう。でもそれこそがリアルです。脳内で作り上げた都合の良いアバターではなく、不完全で生々しく、だからこそ愛おしい他者との関わり、その不完全さを受け入れ、面倒なコミュニケーションの先にある体温のある触れ合いに喜びを感じること、それこそがただの射精中毒から抜け出し、本当の意味で愛を育むということではないでしょうか。好きな人を思いながらオマルニーをする手は孤独です。しかしその手を止め、その情熱を自分磨きとアプローチに変えたとき、あなたの手は彼女の手を握るためのものに変わります。脳は可塑性を持っています。今日から習慣を変えれば、数ヶ月後にはあなたの脳は現実の彼女を世界で一番の報酬だと認識するように書き換わります。その時初めてあなたは男としての機能も精神的な愛も全てを取り戻すことができるのです。最高の快感は右手の中ではなく、未来の彼女との間に待っています。その時までどうかその思いを安売りしないでください。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画があなたの心に何かを問いかけたなら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。またあなたの経験や決意をコメント欄で教えてください。言葉にすることで脳の認識はより強固になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたの恋が現実の世界で結実することを願っています。